はるかです。普段はキャラの読者モデルをしています。今日は2018年版超カラフルで可愛い春メイクを紹介したいと思います。それではレッツスタート。まずはカラコンから入れていきます。今回使うのはクオリテワンデーのライトブルーです。大きさは 14.5mm でクオリテのシリーズすごく発色がいいので、今回ちょっとカラーメイクということでパキッとしたキャンディーカラーを出すのに使いました。次に下地を塗っていきます。使ったのは MAC の、ライトフル C 新しいやつです。超キラキラしてて可愛いです。これ塗るとすごくしっとり保湿してくれるので、カラーは若干入ってるんですけれども、ほぼ透明のつもりで下地として塗っています。で、その上から前肌の CC クリームを塗っていきます。もうこれは言わずと知れた超ヘビロテアイテムです。日焼け止めも入ってるし、コンセーラーにもなるし、もうほぼ全部これで隠れてしまう優れものです。ただ今回は春メイクということで、ちょっと崩れを気にしてなるべく薄めに伸ばして、なるべく綺麗なところには塗らないように、ほんと気になるところだけカバーするために塗っています。次はコンシーラーを塗っていきます。資生堂スポッツカバーファンデーション S100 です。中は練りコンシーラーになっていて、ちょっとだけ手に取って、例えば鼻かんだりするので、この小鼻のところとか赤くなったりした時、隠すのに使っております。ポンポンポン叩いていくと、もうすごく綺麗に隠れるので、小鼻、クマ、それから眉毛、毛穴とか、気になるところに叩いていくと良いと思います。次にパウダーをはたいていきます。使ったのはノボのパウダーです。色はピンクがメインかな。白とオフ白、ピンクとオレンジみたいなベージュみたいな色が入っています。でこれを4色混ぜながら大きなブラシでまんべんなくはたいていきました。この時もあんまり厚く塗りすぎると後から割れたりすると嫌だなと思ったので、本当に薄く伸ばして、もう軽くラメだけつけたいみたいなイメージで塗っていってます。次に使ったのは MAC ダズルシャドウっていうシリーズのラストダンスってカラーです。色は茶色っぽいんですけど、ほぼ無色で塗るともうひたすらキラッキラにラメが輝いてくれるっていう優れアイテムです。このラメが非常に綺麗なので最近よく使っております。でこのラメをまず最初にまんべんなくアイホールにまぶしていきました。この目頭のところとかもね、くの字型にちょっとのせるとキラキラしてすごく印象が明るくなります。そしてアイシャドウを塗っていきます。120色パレットの、明るい黄色を塗っていきました。指に取ってそのまま目頭から自分の目の3分の2ぐらい塗るようなイメージでちょっと大きめに広げていきます。二重の人は自分の二重幅ちょっとはみ出すぐらいまで塗っていくと非常に目が大きく見えると思います。一重の人は眉毛との間がちょっと半分ぐらい開くような感じで塗っていってください。次にフラッシュピンクを塗っていきます。これは丸く指に取ってそのままスタンプみたいな感じでポンとまず目尻にのせます。そうするとちょうど花びらみたいな形に色がつくので、そこからあんまり形を崩さないように内側に向かってこのシャドウにつなげていくととても綺麗に仕上がります。同じカラーを今度は平筆に取ってですね、たっぷりめにつけてちょっとだけ指で鳴らして横一直線にフィット2センチぐらい引いていきました。この時に書くところの真ん中ぐらいから内側外側っていう風に引いていくと失敗しにくいです。でアイライナーを引いていきます。アイライナーはアドンナのブラックです。リキッドタイプなのでちょっと太めに引いていこうかなと思ってて、まずは自分のまぶた閉じて内側の際からだんだん少しずつ描いていって、最後は目尻を下げて5ミリぐらいかなはみ出して描いております。5ミリから8ミリ、結構大胆にはみ出して大丈夫です。後からまつげつけるのでちょっと隠れてしまうことも想定してだいたい2ミリぐらいの幅で描いていっています。
次にまつげをつけていきます。使ったのはスタジオハイミのデコまつげです。もうこれは超ヘビロテアイテムです。なんか若干まつげにしては、2、3000円ぐらいでお高めなんですけど、でもめっちゃ長持ちするし、本当に丈夫でめっちゃ可愛いので、正直コスパはすごく良いと思います。私ももう6年ぐらいこのまつげ使っております。で、つけるのはアイラッシュフィクサー EX。超強力なまつげのりです。こいつを薄く伸ばしてちょっとだけ20秒ぐらい乾かしたら、目頭側からつけていきます。なんとなくつける場所をなんかもう決めてて、私は目頭から1センチぐらい離れて、この黒目の始まりぐらいからつけていくっていうのが定番なので、そのくらいに目頭が来るように押さえて目尻をずらしてつけています。次にマスカラを塗っていきます。使うのはオシモンのブラックです。舞台に出てる俳優さんとか女優さんとかが使う用のなんかメイク道具監修してますみたいなところから出てて、すごくね持ちが良くて、しかも綺麗に伸びるので、最近下まつげに使ってるんですが、これをまんべんなく下に塗っていきました。で、目尻の方をいつもなんか塗り忘れとか塗りムラが出がちなので、綺麗に最後まできっちり塗っていってください。はい、マスカラが塗れたら今度は下まつげを描いていきます。さっきアイライナーで使ったアドンナの、リキッドを使っていきたいと思います。自分の、目尻描いてあるところから、5ミリぐらい開けたところから描き始めると非常に描きやすいです。だいたい5ミリぐらいかな、長さ。なんかだんだん根元からシュッと細くなるようにイメージして影をつけていくように描いています。自分の目の半分ぐらいのところまでこうなんかだんだん内側に入っていくようなイメージでシュシュシュと細かく描いていきます。そしたら今度はハイライトを入れていきたいと思います。使うのはこちら NYX の Love Contours All というパレットです。キラーこういう風に、いくつかカラーがあるんですけれども、この中でも一番明るい白に近いような肌色を塗っていきました。これをまずは筆に取って T ゾーンですね、鼻筋1本と、あとは眉毛、この額のあたりまで綺麗にいっぱい塗っていきました。塗れたら今度は眉毛の下ですね、この高い骨のあるところ重点的に伸ばしていきます。最後はアイホール、下のアイホールを塗りつぶすような感じで、なんか光が当たってこうなんか綺麗に反射するであろうところを白く塗っていきました。そしたら今度はアイブロウを描いていきます。同じパレットの真ん中の小さいカラーの中から1、2、3、3つのカラーを混ぜながら眉毛を描いていきます。今までは2色ぐらいしか使わなかったんですけれども、なんか色はたくさん混ぜることによってなんかこう立体感が出て、すごくあたかも眉毛が生えてるかのような印象になるので、今回もちょっと色を混ぜながら描いていきました。まずは一番眉毛の下底辺になるであろうところから当たりをつけていき、だんだん眉毛の後ろの方に上がっていきます。自分の目の端っこのところに眉の山が来るような計画でだんだん上げていきまして、目尻は最後に描くんですけど、なんとなく当たりとして下げたりこう色を置いたりしていきながら全体を整えていきます。眉毛の目頭側は濃くするとすごくなんかちょっと原始人みたいな感じでちょっとやぼったくなりがちなので、目尻の方を重点的に細く描いていき、目頭側をぼかしながら色を置いていくのがポイントです。置きすぎたなと思ったら指とかでぼかしていくとすごく綺麗に仕上がります。そして、仕上げに一番下のアイブロウブラウンのカラーを使って目尻を描いていきました。眉毛の山のてっぺんから下がっていくところはこのカラー単色で描いていくとメリハリがついて、なんかこうすごくシュッとして見えるというか、パキッと顔が彫り深いですみたいなイメージになります。そのままちょっとずつ真ん中側に寄せていって、で同じ色でなんか薄くなってきてると思うので、そのままノーズシャドウを描いていきました。
眉毛と鼻の間もこれで埋めていって、でぼかしながら下までいって、でまたぼかしながら鼻先を描いていくと、すごくなんか綺麗にシュッと鼻筋が通ってるみたいに見えます。そしたらまた120色パレットに戻ってチークを塗っていきます。チークは今回キャンディーカラーで全体をまとめているので、ふわっとのせたいなっていうのがあって、大きめのブラシでこの濃いピンクと薄いピンクのところを2色混ぜて、手に取って少しなじませた後、今度はオレンジ色を2色ぐらいまた取ってなじませて、全部で4色ぐらいの色を混ぜて使っています。入れるポイントは、ちょうど目の真下ですね。結構目がインパクトのある色で揃えてるので、その延長でちょうど上下に来るような形でふわっとのせています。のせすぎたらちょっとこうぼかして外側に色を移行させるととても綺麗に仕上がると思います。はい、最後にリップを塗っていきます。使うのはマックのキャンディーヤムヤムというカラーです。すごく鮮やかなキャンディーカラーのピンクでめっちゃ可愛いんです。しかもマックって独特のいい香りがするので好きでよく使っております。このリップを下唇の真ん中からぼかすような感じで薄く塗っていき、上のリップの山のところをくっきり描いていきます。ちょっとオーバー気味にかけたら待ってやって色をなじませて上からグロスを塗っていきます。そして最後に使うのはこちらのグロスです。K パレットのラスティングリップティントマキジプラス、赤のカラーだったと思います。中がこういう風になってるんですけど、結構赤く見えるんですけど、実際塗るとそんなに赤くはなくて、ほぼ透明の中にうっすら赤みたいな感じなので、これは仕上げのツヤ出しみたいな感じで上から塗っております。これが塗れたら完成です。いかがでしたでしょうか。今日はキャンディーカラーでまとめた春メイクをお届けしました。アイメイクとかはね、結構色がごちゃごちゃしやすいと思うんですけれども、内側の色に薄い色、外側に濃い色を持ってくると、どんな色でも大体はうまくまとまるので、ぜひ皆さんも好きな色でチャレンジしてみてください。今日はね、服もキャンディーカラーでまとめてみました。なんか今年の春のトレンドは黄色と緑らしいので、私はね、黄色が結構お気に入りだったりするんで、黄色を多めに取り入れてみてみました。はいそんな感じで、他にもいろんな動画たくさん出しておりますので、ぜひ皆さんチャンネル登録をしていろんな動画チェックしてみてくださいね。じゃあね、みんなバイバイ。